こんにちは。坂本美香の世界旅第2回は前回もちらっと話題にした魔女です。私が各地で出会った魔女の写真とともにお届けします。世界には本当に魔女がいます。魔女がいることにも驚きですが、ルーマニアではその魔女が職業として認められています。ルーマニアで出会ったこちらの2人の少女、魔女になる修行中でタロットカードのようなものを手にしています。こちらのベテランの魔女は私の手相を見ています。この時、魔女さんが唱えていた呪文はこんな感じでした。ミツバチが蜂蜜を集めるように、ミカが恋を集めますように。糸紡ぎが回るのと同じように、物事が回転し、幸せな家庭、丈夫な子供、仲のいい夫婦、心の落ち着きが見つかりますように。ろうがくっつくのと同じように、愛がミカにくっつきますように。バジルが好まれるのと同じように、ミカが好まれますように。余談ですが、この呪文の中に糸紡ぎという言葉が出てきますが、こちらがルーマニアの伝統的な糸紡ぎ棒です。どうやってこの瓶の中に収めたのかは謎なんですけれども、実際はこの瓶の中には入っていなくて、糸を紡いでいる時にこの棒がですね、カランカランと音が鳴って眠気防止になる、そういう仕組みになっている糸紡ぎ棒です。なぜ瓶の中に入っているのかは謎です。このようにしてお土産で売られていたので、そのまま購入して持ち帰ってきました。私がルーマニアを訪れた2011年は、ルーマニアで魔女が職業として認められるかどうかという時でした。魔女も収入を申告し、16% の所得税を納め、顧客には領収書を発行する。そして魔女の予言が外れた場合は罰金や懲役などの罰も与えられるというものでした。ところが翌年2012年に魔女税は一度見送られることになったそうです。課税に反対する魔女たちの呪いを官僚たちが恐れたからでしょうか。吸ったもんだの挙句、結局魔女は職業として法律で定められ、魔女も税金を納めることになったとか。さて、こちらはイギリスで出会った魔女です。彼女の家の中にはハーブなどの薬草がたくさんありました。玄関にはほうきもありました。そして服装は私が魔女に対して持っていたイメージの通り黒でした。魔女さん曰く、昔は薬草やおまじないを使って病気を治療したり、また悩みも解決したりしていたそうで、魔女はその昔からの知恵を守っているのだとおっしゃっていました。こんな調合もあります。妖精を見る方法？ How to see fairies. Take a pint of salad oil and put it into a vial glass. And first wash it with rose water and marigold water. Then the flowers to be gathered towards the east. How to see fairies. Take a pint of salad oil and put it into a vial glass. And first wash it with rose water and marigold water. The flowers to be gathered towards the east. 1パイントのサレットオイルを小瓶に入れ、ローズウォーターとマリーゴールドウォーターで洗う。花は東に向かって集める。不思議な魔法。ちなみに私はまだ試していません。さて、こちらはスイスのアレッチ地方ベラルプのスキー場です。リフトに乗っているのは魔女です。アレッチ氷河周辺では昔から精霊や幽霊の逸話があり、
山から恐ろしい魔女が降りてくるという伝説から、毎年ヘクセン・アブファートという魔女レースが開催されているのです。スキー場には1000人ぐらいの魔女が集まっていました。レースといっても速さを競うというより、コスチュームやチームワークが審査の対象らしいのですが、こちらの魔女たち抜群にスキーが上手で、私は不慣れな3000メートル級の上級者コースで、まるで生まれたての小鹿のようになりながら、スイスの雪山で魔女たちについていくのに必死でした。魔女たちはスキーのストックの代わりにほうきを持ち、ところどころで休憩しながらお酒を飲み、チーズフォンデュを食べ、歌い、踊り、そしてまた余裕でスキーを滑る。雪山を楽しんでいるのです。レースの審査よりも自分たちが楽しむことが何よりの最大の目的なのだと感じました。世界にはいろいろな魔女がいるのだと思いますが、私が出会った魔女の印象は、とにかく皆さん、笑顔が明るく朗らかだったという印象です。笑う角には福来たるとか、笑いは最高の魔除けになるなんて言いますものね。それではまた次回をお楽しみに。